マイフレンド秋、無料なのでやってみましょう。ジャンルはファウンドフッテージ系のホラーかな。一番わからないタイプのホラーだ。下手に安いよりも無料なのは安心感あってええな。最近の235円ホラーやばいもんね。タイトル画面まで長かったから、はよ始めような。それじゃ、始めますか。操作説明あるやん。やりやすくていいね。導入がないから話はわからんけどな。このゲームは廃墟と化したショッピングモールの廊下を即席の道具を使って進む探索ゲーム。この建物の前の管理人が残した名残や光り輝く秘密とは？斬新なダイナミックライティングシステムを駆使してモールの一部をゆっくりと元に戻しながら暗い隅や埃っぽい廊下を照らそう。残されたものをクリエイティブに活用しながら前進していこう。ふむ。青で光った場所はいいで調べられるみたい。電気スイッチを全部点灯させるとブレーカーが落ちちゃうから、一つだけは消して進まなきゃダメみたいだ。白く光ったものは左クリックで持てる。投げ捨てることもできる。普通やな。操作で困ることはなさそうだね。メモっぽいけどいいでもクリックでも取れない。青くも白くも光ってないしな。取れるアイテムがわかりやすいのは好印象や。思ってたよりも豪快に持てる。投げの勢いもええな。ま、必要なのは鍵だろうし進もう。アイテム欄式じゃないの新鮮や。マウススクロールでズームインアウトできます。何に使うんやこの機能。シフトで走れるらしい。普通やな。はよ進もうか。ちょいくらいな。どうやってドア開ける？鍵持ってるしぶつければいいのかな。チュートリアルみたいなもんやな。開かない。木の板で塞がれてるし、剥がすんやろな。まだ行ける場所少ないから簡単だね。戻ろか。ほいさ。外した板にも判定があるのか。後で使うのかもしれんな。新しい部屋に入ったら光ってる場所に行く。視界が暗いホラーの鉄則や。暗いならこれで照らせ。これで照らせるのはええけど、これ持ってたらアイテム取れないよな。暗いまま進むのとどっちがいいのか悩みどころ。照らしてみると雰囲気ええな。ライトがガクガクするの気になる。頭入れるみたいなもんやしなれろ。やっぱりライト持ってるとチェックできないんやないか。話したら見えないし、どこかで電灯をつけるのが次の目標だと思ってるよ。配電盤探しやな。今の光ってた機械を調べると愉快な音声とともにセーブされるで。最初のセーブからここまで何にもなかったのが何か見逃してそうで不安だよ。ただ歩いて雰囲気楽しむホラーは割と多いからわからんで。ここハンマーなら割れる気がする。あからさまなレンガ置いてあるしそれでええやろ。ライトが邪魔になるのは斬新。ストレートに遊びにくいで。やったぜ。レンガはレンガの山に返しておこう。そこから無限にレンガ取れるけど他に使い道があるのかは謎です。ホラゲーのメモサイズなんだけどこれも取れない。どうにかして電源をつなごう。赤いランプついてるし電源つながってるんやないか。つかないね。コンセントはあるけどケーブルないしな。ガラスぶっ壊した部屋に入ろう。ベンチ？さっきの配電盤に使うんか？後で使う。じゃあ後でいいや。部屋の中は探索したけど本当に何にもなかったからカットや。これ本当に歩くだけホラーの可能性ある？ここは普通につくっぽい。ついても両ホラーくらいの明るさやな。これじゃあ手元のライトは手放せないよ。まあ謎解きに必要なものもメモも見当たらないし問題ないやろ。謎も今はないしね。配電盤のケーブル探しはあるで。一応管理人の残した名残ってのも探してるよ。メモが一切ないのがホラーにしては珍しいわな。考えるな感じろ系のホラーなのかな。洋楽のタイトルにありそうな文字発見。私は君たちの神であり君たちに利得を教えるものである。わからん。ただの落書きって思っていいのかな。これが前の管理人の痕跡なんやないか。だとしてもよくわからないや。今んとこ雰囲気ええだけで面白くはないな。雰囲気芸を楽しむのは感受性が豊かじゃないと難しいね。道光ってるな。エンディングか。明るい道だしライト捨ててみた。あっても暗いけど捨てるのはよせ。新しいの拾う。またセーブポイントあるやん。結構頻繁にあるね。リスポーンゲーレベルであるけど正直ある意味がわからんな。映画館？絶対調べるべき赤いのがあるやん。赤につないで電力を供給する発電機。この発電機持って
ガラス割った部屋近くの配電盤に電力供給するっぽい？いや、ケーブル抜けないや。本体の方引っ張るとかか？ここのメモも調べられないみたい。読み物ないとなると本当に感受性系になるでこれ。トリマ発電機持って行ってみる。ケーブル伸びすぎやろ。離してぶっ壊すわけでもないのか？持つ判定は出るけど外せないから困った。発電機の説明したかっただけなんやないか？判定あるからこれ使うと思うんだけど。舞台上探して何もなかったら客席見ていこな。まあ何もなかったわけだけど、客席にワクワクする階段あったから登っていく。なんでこんな場所にとは思うな。荒廃する前からあったのか気になるところ。ライトは持ってても暗いし画面端で小刻みに動くの鬱陶しいから置いていく。絶対に後悔するやろ。ここも電源供給が必要みたい。見えんが配電盤あるんやろな。つかないだろうけどオンにはしておく。全部つけたらブレーカーが落ちた。最初の部屋パターンも想定しておけ。まだ電気通ってないけど気にしてはおく。発電機あるやんけ。これをつなげばいいんだね。どこ行くんや。そこにつなげばええんやろ。順番にやるべきかなと。絶対近場につなぐのが正解やろこんなん。ガラス割った部屋の横のここに電源供給するよ。離したら勝手に部屋の隅へ行った。そもそもその配電盤に赤い場所ないからつなげなくないか。でも定位置についてくれるよ。あ、消えた上に元の場所にもありませんでした。じゃあここもつけられなくなったんやないか。積んでたら後でやり直せばいいだけだもん。まあ道中歩くだけやし問題ないな。セーブからやり直せば。ここの道中セーブポイントに触ったから発電機ない状態でセーブされたはず。コミカルやな。左下にたまごっちみたいなのが表示された。問題なく入れと質がずれてて嬉しいな。崩落の音してるんだからもっと焦りなよ。かわいい。これが前の管理人の痕跡ってやつか。電子生命体が管理人って話とか？下のタブで画面変更。キーアイテムはなし。なんか拾えるものあったんかな。ここはどういう意味なんだろう。やることリストだね。礼拝堂の上にひっそりといる彼を見つけた。なぜここに？きちんと動作してない。バッテリーが必要だ。後で必要って書いてたバッテリー拾っておけばよかったな。ここには虚しさがある。当然だ。もう全部使い切ったんだ。でもきっと彼はここのどこかにいる。彼を放り出すなんてできない。そんなことありえない。誰目線？これは達成済みやな。戻る方法を見つけなきゃ。何かが私を蝕んでいる。何があったのか知りたいんだ。彼はまだそこにいますか？それを知りたいだけなんだ。あからさまに空いた左上のスペース気になるな。ホーム、機能、アイテム、メモ、設定、クローズがあるけど、バッテリーがないと機能が使えないって感じかな。まあ場所は分かってるし取りに行こうか。このキャラクターがフレンドの秋でいいのかな。キャラクターが友達とか今時やな。生身の友達おらんのやろか。まあ珍しいことではないね。階段なくなってるけど新しい道ができてるから進めそう。エスケープホラーの定番やから悩むことはないな。キーアイテムって項目があったからアイテム見逃さないように注意はする。割と暗いから気をつけていけ。まあこれくらいなら慣れてる。このライトって手に持つんじゃなくて、行きたい場所に投げながら進むのが正解な気もしてきた。降りられそうな場所発見。ここ飛び降りられるなら、さっきの崩壊した階段降りられたやろ。本当に降りられるんか。なんかくっそキモい腕ある。暗くてわからんかったが何かいたんかな。あの腕がマイフレンド秋だったりする？全くわからんがホラー感やったで。ここからホラーが始まるんだね。びっくり要素対策で全身に力入れとくで。あ、テキスト浮いてる。ライト邪魔で読みにくいけど、キーアイテムを手に取ってデバイスで確認しろって書いてるみたい。ライトが邪魔なのはマウススクロールで遠目に持てるから対策可能やで。自身の罪を知る。あなたは主に見守られている。1982年、ケン・ロバーツ牧師は、国と敬虔な人々の心を魅了し、コリントの教会を設立しました。教会はあなたを歓迎します。あとは聖書の一文がそのまま引用されてて、信徒の募集もしてるって感じ。誰宛てなんだろう。今いる場所が教会なんやないか。あとこのメモはデバイス取る前に見れなかった理由がわからぬ。後でも先でも変わらんから気にせんでええぞ。他にメモがあった場所覚えてるけど、最初の部屋まで戻らなきゃだから、バッテリー優先で行くね。その隣の紙は取れないんか。無理だね。何か書いてるか。値札か領収書かな。機能からクリスタルドローイングをクリック。その後、
周りの環境をクリックして使用します。これがバッテリーを手に入れた効果ってことかな。クリックしても何も起きないんだけど。特定の場所でのみ使えるとか普通にどこでも使えるらしいよ。電源ボックスを再接続するためにデバイスの機能を使用できますか？クリックでなんか出た。絵描きの猟奇ホラーで見たことあるわ。多分電源コード描けば OK や。描けるのはクリスタルなんだけど大丈夫かな？お、やったぜ。これ他の電源ボックスも同じ方法でつけられそうやな。他は普通にやれば普通につくよ。クリスタルは壁につけたら足場にできそうだ。階段壊れて登れなくなった場所に戻れそうか？無理だし終わりだよ。タイトル画面の演出をエンディングに持ってきてるのは好きやで。これ何かのプロローグ？違うはず。雰囲気は好きだし、進み方もわかりやすくてよかったけど、物足りないや。なんか見逃してそうやけど、エンディング見れたしええか。無料だし気になる人がいたらやってみてください。屋根裏の電気ボックスを正常に動かしたり、無限に取れるレンガで遊んだり、最初の部屋の電気ボックスまでケーブルをつないでみたり、入り口から出れないか試したりしたけど、エンディングは変わらなかったよ。でも気づいたらウォールズの空欄が埋まってた。管理事務所に行く必要があって、照明をつけてから事務所に行くためのゲートを開こうって感じ。電源ボックスに通電するのは正しかったってことか？キーアイテムは、教会の解放兼回避の催促。読んでもどうゲームの保管になってるのかわからなかった。あとは、ショッピングモールの敷地内での工事作業の契約書、それと賃貸の契約書、かな。全部読んだら何かわかったの？この手のホラーは、わかるとかじゃなくて、3割くらいをふんわりと感じ取るものかと。主人公が独り言言いながら進むよりはリアリティあるけど、よくわからないまま終わっちゃって悲しい。うちらの読解力が悪いのもあるしな。これプレイした人、何かしらわかったら教えてください。まあ暇つぶしにはなったな。最初からメモを拾えるようにだけしてくれれば文句はないかな。後から戻るの面倒やし、そもそも戻らんしな。それじゃ今回はここまで。エンディング長いな。次もまた何かあれば。それじゃまたね。また何かしらの新着ゲーム漁っていくから、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくや。